ずーっとこう持って、で、相手が出てくるのを待って、で、やるのかやらないのかって。偏見って絶対にこれ治らないんですよ。この世の中から偏見をなくそうなんていうのは、これは絶対に無理なんですね。俺でも頑張れてますよって。要は、もともとヤクザもん、そして刑務所の全部で8年も行った人間、とやっぱ学ばせてもらいました。所作であったり、一つ一つの行動で、こういった時にはどうしたらいいのかとかっていうふうな、いろんな本当に親分連中の話を聞かせていただいたんで、まあそういう部分に関しては本当にこう人が経験しない部分の背中っていうのはいっぱい見せてもらったんで、そこに関してはね、やっぱり勉強になりましたね。本当に見れない世界っていうのを本当に見せていただいてたんで。で、まあ後悔という、まあメリットデメリットっていうと、デメリットに関してはもう考えたことがないです僕は。結局じゃあヤクザを辞めました。で、13年目で、12年目かな、12年目か13年目でちょっと脱退しようっていうことを決めて、で15年目で、もう暴力団を、まあ、脱退したんですよね。まあ、刑務所を出てきたと同時に。で、それでその時にはもう堅気になって一生懸命生きていこうっていうもう進路がしっかり出来上がってたんですよ。だからもうデメリットっていう部分に関してはそんなに考えたことはないですね。もう辞めた以上は一生懸命やっていこうっていうふうにやって、生きてきたんで。なるほど。ちなみにまあヤクザとかを辞められた方って、まあ例えばまあカード、クレジットカード作れなかったりとか家借りられなかったりとか、まああとは周りの人に怖がられたりとかして、まあほとんどなんか黒歴史というかそれを隠して生きる人がまあ多数派だと思うんですけど、井山さんは元組長ということを堂々と出して、過去まあ隠すことなく生きているのですが、どういった意味があってそういったこと？これはまあ僕が YouTube を始めるきっかけの話にもなるんですけど、まあ僕最後の刑務所から出てきて、で、6年間、防水業の仕事をやったんですね。でその防水業の仕事をやる中でやっぱりその昔の僕を知ってる人間からがいたり、まあ、もしくはその後々知った人間からもやっぱりいろんな偏見の目で見られるんですよ。でもまあこの偏見の目で見られるっていうのはこれしょうがないんですよね。はっきり言ってもともと犯罪者であってそういうふうな組織にいた以上は偏見の目で見られて当たり前なんです。当然なんです。これは偏見の目で見ないでくださいよっていう方がおかしいんですよ。まあ人それぞれもうその偏見、例えばじゃあ男女差別のどうのこうのとか、例えば国際的なその偏見とかいろいろありますよ。偏見って絶対にこれ治らないんですよ。この世の中から偏見をなくそうなんていうのはこれは絶対に無理なんですね。で、僕はそのもともと犯罪者でその犯罪を犯してきた中でその偏見を受けるのは当然と思ってるんですよ。でも当然じゃないと思ってる人たちもいるんですよ。要はその偏見に耐えれない人たち。要は僕ももちろんその暴力団の組長の時代があって、そして華々しい時代があったんです。若い者とか要は自分の組員ですね。組員を20人ぐらいがいた時代があって、そしてお金もどっさりあった時代もありました。でその人間、それを知ってる人間たちはやっぱりいじる人間はあいつあんなに華々しかったのに今はもうこうなっちゃったよねって。要はもう泥だらけのその作業服を着てるわけですよ。で朝6時ぐらいに起きて、でそういったその活動というか、まあ当たり前の生活を批判する人たちもいっぱいいるんですよ。でもしくは現場とかで、全く知らない人間が僕のことを知って、でもうあんなやつその現場に入れてくれるなとか、もう露骨にその現場から断られたこともあったんですね。もう現場に入れないでくださいと。でそれをこう感じた時に、まあ僕はそれも受けて当然だなと思ってたんで、まあしょうがないっていうふうに捉えてたんですけど、そうじゃない人たちっていっぱいいるんですね。要はそれでもうそんなこと言われるんならもういいよって、じゃあまた前の思った通りに、ちょっとなんか文句言われれば人をぶったたいてみたりとかね、そういった世界にまた戻ろうっていう人たちの方が意外と多かったりするんですよ。要は刑務所から出てきて 46% の方々がまた刑務所に戻っちゃうんですね。それってやっぱりいろんなその偏見からという部分が多いんですよ、どうしても。だからその偏見というかそういった人たちに俺でも頑張れてますよって、要はもともとヤクザもん、そして刑務所の全部で8年も行った人間、そんな人間でも今一生懸命こうやって立ててますよって、頑張れてますよっていうのを
そういう人たちになんかメッセージを送りたいなっていうのがあったんですね。なるほど、素晴らしいですね。一度失敗して道を踏み外しても、まあ偏見に、屈することなく頑張っていけば俺でもやれるんだって勇気を与えたいっていうことですね。なるほど。要はそれで僕がねあったんですね。その誰かなんかモデルにできる人いないかなっていうのがあったんですけど、いなかったんですよ。この人なんか目標にできるなっていう人が、刑務所を出てきた人でね。だからそれだったら、6年その会社員になって、で、いろんな資格も取らせてもらいました。一生懸命勉強もしました。で、国家資格まで取らせてもらった時に、今なら俺が立って打って出れるっていうふうなのを思って YouTube を始めようと思ったんです。いろんな人たちにメッセージを送ろうっていう。なるほど、素晴らしい活動をじゃあされていることで、もう今ではもう13万14万人近いファンの方が抱えていることで、今後の展望や夢などってありますか？夢はありますよ。夢はね、これはね、僕の今多分尽きないと思います。もちろんこの YouTube をやるっていう時も一つの夢でしたし、いろんなものを発信するっていうのも夢でしたし、そして、この YouTube っていうのは僕のその過程でしかないんですね。要は建築はもちろんずっとやり続けていきます。でも YouTube は過程でしかなくて、3年から5年の間に、この発信力求心力いろんなものをその発言する力をつけて政治の道に行きたいっていうのをもともと持ってたんですよ。で、今回ちょっといろんな方々の支援があって、そしてオファーがあって、YouTube を3年から5年で、ちょっと撤退して、政治の道に入ろうかなっていうふうに考えてたんですけど、まだ早い段階で今2年目でそのもう政治の部分からオファーをいただいて、で、ちょっと自分のその考えであったりとかをどんどん国に発信していきたいなっていうのはあります。素晴らしい夢ですね。ちなみに政治ではどのような目標を掲げて活動していきたい？あとね、これは刑務所の内部内部に入り込みたいんですけど、さっきもお話ししたように、YouTube をやろうと思ったその活動のきっかけっていうのは、いろんな人たちの支えになれば、もともと犯罪者たちの支えになればっていうふうなのをもともと考えて、発信しだしたわけじゃないですか。それと同時に、政治の世界に行くことによって、要は刑務所の中のその仕組みを変えたいんですね。僕が刑務所から出てきた時にいろんな資格を取らせてもらったっていうふうに言ったでしょ。でそして国家資格まで取ったんですよ。めちゃくちゃ勉強したんですよこれ。みんながその寝てる間も本当に夜中3時4時ぐらいまで本当に朝方まで勉強したりとかで、国家資格を取らせてもらって、でいろんなその経験を得た時に、俺この世界で生きていけると思ったんです。この建築の世界で。だから要はその刑務所にいる間にいろんな資格取得を何でも取れるような仕組みを作りたいんです。要はそれをすることによって人ってマインドができるんですよ。要は今刑務所にいる人たちって、何も仕事をしたことないっていう人がいないと思うんですね。ただ刑務所内で国家資格が取れる、いろんな資格が取れるってなった時に、俺この仕事持ってるから仕事したことあるからちょっとこの資格を受けたいというふうになって、そこを一生懸命勉強して、もし国家資格なんか取ってみらんですか、そこにマインドがしっかり向くんですよ。そして例えばじゃあそこで例えばですよ、じゃあ塗装屋さんの一級を刑務所で取ることができましたってなったら、じゃあ刑務所から出たら俺は塗装の一級の免許を持ってるから塗装の仕事に行こうっていう目標がもうそこできっちり定められるんですよ。そして一級のその一級でも別に二級でも何でもいいですよ。資格を持っていることによって社会の人間が今度その刑務所にいる人間、資格を持っている人間を求めるようになるんですよ。要はお互いが、社会からも求められる。そして、刑務所にいる人間たちも求めていく。この仕組みを作りたいんです。なるほど、じゃあ一度道を踏み外した人でも、何度でも立ち上がれるような仕組みを政治から中からそうですそうです。素晴らしい活動ですね。やっぱりじゃあそういった犯罪を犯した人っていうのは、心理的に何もない状態だと誰からも愛されず必要とされてないと思ってまた悪いことをしてしまうっていうことがやっぱ大きかったり、あとは何か、資格などを取って本当に自分はできるっていう自信は、そういったマインドができるんです。そうなんですね。それは素晴らしいですね。やっぱりそういった、犯罪とかで刑務所の中に服役された方だからこそできる発信ができるということですね。要は僕が、刑務所にいて、8割から9割の方出て何しようかなって言ってます。そんなもんなんです。そうなんですね。目標が決まってなくて。決まってない。なるほど。
それでまた犯罪を犯してしまう人も、まあ、42% ぐらいいるっていうことなので、そうです。ありがとうございます。では最後に道を踏み外してしまって、今人生絶望している方が多くいらっしゃると思いますので、そういった方々にメッセージがあればお願いします。まあでもね、人生変えるってそう簡単ではないです、確かに。でも、僕一生懸命勉強してきました。で、お金がないから、時間があるんです。要は遊びに行くお金がないんで時間がある。そこをうまく利用して一生懸命勉強しまくったんですね。そこで、人生変えてやろうっていうふうに、しっかり取り組んできたんですよ。もちろん人生変えるなんて、口で言うのは簡単ですよ。でも行動を起こしていくのはもちろん難しいです。でも僕はしっかり人生変えれたなと思うんですね。だから自分がしっかりこれをやりたいっていうものが定まった時に、ただ定めるんじゃなくてそれを行動に起こしていくこと、必ず。要は、自分の夢に忠実であれって僕もすごく思うんですね。だから自分がそのやりたいことっていうものに対して忠実であって、そこに一生懸命向いてれば必ず人生変えれますんで、そこに関してはしっかり自分のやりたいことをしっかり定めてそこに発信していく、で行動していくっていうのが一番大事じゃないかなと思います。それで僕は人生変えました。ありがとうございます。はい。ではこちらをぜひ参考にして頑張ってみてください。はい。では本日は元暴力団組長湯山さん、今後政治の活動もされるとのことなので、はい、今後の活躍にも期待です。YouTube チャンネルも大変面白いのでぜひチェックしてみてください。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。もうフランクに行きましょう。フランクに行きましょうか。フランクに。わかりました。